皆さんご機嫌いかがでしょうか。食べトラベルチャンネルへようこそ。今回はですね、静岡県東伊豆稲取温泉にある瀬の海に行ってみたいと思います。この宿はですね、前回アップしました稲取銀水槽から目と鼻の先にあり、2026年3月にリニューアルオープン。美味しい魚の潜むお宿をコンセプトとした贅沢な海鮮料理が有名な宿でございます。露天風呂付きの客室は14室あり、客室は全室オーシャンフロントです。いやー、楽しみですね。それでは一緒に見ていきましょう。チャンネル登録と高評価とハイプボタンも忘れずに。無事にですね、ホテル到着いたしました。玄関をね、一歩入ると全面畳式でですね、なんだかホッとする空間になっておりますね。今はですね、3月のリニューアルオープンに向けて工事中なんですが、本当はね、ラウンジからはこんな綺麗なオーシャンビューが見えますよ。いやー、素晴らしいですね。さあ、早速ですね、チェックインも終わったので、ルームツアー行ってみましょう。さあ、今回のお部屋はですね、311号室でございますね。今ね、ちょうどリフォーム中というところでね、工事もやっているんですが、僕たちのお部屋はね、多分ね、リフォームが終わっているお部屋になるかと思いますね。リニューアルはですね、4階のお部屋だったのでご注意くださいませ。さあ、今回のお部屋はこちら311号室です。どんなお部屋なんでしょうか。楽しみです。それではドアオープン。さあ、お部屋に入ると玄関とですね、主室などがセパレートされているタイプですね。さあ、ここの主室はどうなってるのでしょうか。綺麗な純和室ですね。そしてもうね、目の前にね、広がるのがね、このオーシャンビューの部屋付きの露天風呂ですね。いや、すごいな。いい景色だ。こちら側に行くと、もうね、露天風呂ついてますね。いや、これは嬉しいな。よいしょ。すごい、もう、目の前が海でね、いや、この露天風呂は贅沢だな。この景色を見ながらの露天風呂は贅沢ですね。源泉をね、一から組めるって贅沢ですよね。これを回して最高ですね、こりゃ。部屋のね、広さはね、10畳の和室になってますね。で、形はね、正方形に近い感じ。おそらくね、ここのね、露天風呂のこの襖閉めるとね、ちょっと手狭に感じるぐらいの広さかもしれないですね。でもやっぱね、なんといっても目の前がもう海ね、このオーシャンビューなんで、開放感あっていいですね。で、こちら荷物もね、もうスタッフの方が持ってきていただきました。そしてこちらにはお水、ペットボトルのお水が2本と、あとアメニティ類ね、の準備があります。で、今度こちらが、こちらね、浴衣や、あとはタオルセットや足袋などがありますね。今回ね、館内がね、靴をもう1階に預けてるので、基本スリッパではなく足袋で館内を歩くという感じになりそう。さあ、入り口側に戻ってきて、こちらはこちらは寝具類ですね。こちら寝具類。で、こちら冷蔵庫がありますね。冷蔵庫はコーラやですね、ジュースやビールなども入ってますね。これは有料か無料はこれはどうなんだろうな。ちょっと後で調べてみましょう。
はい。で、こちらね、冷蔵庫の中は有料になりますね。それぞれ値段が書いてあります。こちらのドアが、こちらはね、洗面台と、あとお手洗いですね。今回はですね、楽天トラベルからの予約なんですが、平日2名、1泊2日2食付き、瀬の海名物漁師焼き&絶景温泉プラン。部屋は露天風呂付き和室10畳タイプで 59,800 円となっております。さあ、続いてはですね、ホテル散策行ってみましょう。アイさんだ。館内はですね、5階建てで、フロントは2階に位置づいております。設備はシンプルで、1階がご飯処、2階がラウンジや売店、5階には温泉やエステとなっておりますね。でこちらのラウンジコラッシェにはですね、お酒やお菓子がいっぱいあってね、ついつい飲みすぎちゃうのでお気をつけください。後半ですね、ご飯の様子見ていただくとわかるのですが、ディナーの量多いので、お腹開けといた方がいいと思います。私はね、ちょっとね、食べ過ぎちゃいましたね。さあ、ここが5階 ?5 階ですね。海の湯。よし。温泉はですね、大浴場、露天風呂、あと貸切風呂がありますね。で貸切風呂は要予約制でですね、別途有料になっております。そして大浴場と露天風呂はですね、圧倒的なオーシャンビューですね。目隠しがね、最小限で海と空がつながって見えるパノラマ設計ですね。波の音を直接聞きながら入浴できるのはね、やはり大型旅館にはないメリットだと思います。大浴場だけでなく、客室のお風呂すべてね、自家源泉 100% も嬉しいですね。ご飯は1階の大宴会場ですね。さて、お待ちかねの夕食の時間でございます。はい。ありがとうございます。素敵素敵。アワビのそれでは皆さんお疲れ様です。夕食はですね、料理茶屋習いの風での懐石料理となっております。で、瀬の海さんのね、真骨頂はね、なんといってもボリュームですね。伊豆の海の幸を堪能できます。稲取名物の金目鯛の煮付けはね、もちろんなんですけど、驚いたのはね、この瀬戸海名物のね、漁師焼きですね。目の前で新鮮な海鮮が焼き上がる香ばしい匂いね。もうこれだけでね、お酒ね、進んじゃいますね。柔らかい。いや、プリプリ美味しいですね。いや、水揚げされたばかりのね、新鮮なお魚は、華やかなね、盛り付けも素晴らしいですが、やはり一口食べた瞬間にね、わかる鮮度の良さね。いや、まさに、魚好きにはたまらないです。私ですね、この茶碗蒸しの段階で若干お腹いっぱいになってきましたね。ただね、それでもね、このアジフライ食べれちゃうんですよ。アジフライ超うまいと思うよ、予想。もうサクサクで身が厚くてね、美味しかったです。この道30年以上というベテラン板長が作る稲取名物金目鯛の煮付けはね、ほろりとした身が最高でございました。ごちそうさまです。
さあ、続いてはですね、朝食の様子見ていきましょう。朝食はですね、同会場での和定食となっております。いや、見てください。朝もすごくないですか、このボリューム。いや、朝から豪華にですね、カニの味噌汁はお出汁効いてて美味しいし、いや、お刺身もね、嬉しいですね。あとね、アジのね、この干物と、あと金目鯛の味噌焼きなんですがね、旨味たっぷりでめちゃめちゃ美味しいです。量、質ともにですね、大満足なご飯でございました。ごちそうさまです。ありがとうございました。いや、いかがでしたでしょうか。伊豆稲取温泉瀬の海。大型旅館の安心感もいいですが、こうした食と海に特化した宿でですね、ただただ何もしない贅沢を味わう、そんな旅の形も大人の休日にはぴったりではないでしょうか。日々の忙しさを忘れてですね、美味しい魚と温泉に癒されたい、そんな時にですね、良いお宿だと思います。ぜひ、伊豆旅行の参考にしてみてくださいませ。楽しめた方は、ぜひ高評価とチャンネル登録とハイプボタンよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね。